こんにちは、ついてるチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の斉藤ひとりさんのお話は言葉のお話です。聖書に書いてあるはじめに言葉ありき、天国言葉、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。良い波動で言葉を使うと人生良くなるというお話をしてくれています。この内容が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントをお願いします。それではどうぞ。それであとまだ続くんだけど、もっと幸せになりたい。いや、今連続で話すとね、急だけど間は空いてんだよ間は何ヶ月か空いてるんですよ。でそのこと消化しちゃうとやっぱり次に行きたくなる。で私のね教えることって辛いことが一個もないの。世の中で一番、世界で一番辛い修行が高野山の千日解放、高野比叡山か、比叡山の千日解放っていうのがね、世界で一番きつい修行なんだけど、私の修行はね、世界で一番ね緩いの。ひとりさんさーっと、世の中って不幸な人と幸せな人っていっぱいいるよね。で不幸な人はなんで不幸になっちゃうの？幸せな人はなぜ幸せなの？いいことばっかりし続く人と悪いことばっかりし続く人がいるよね。そうするとそれどういうことなの？で花江さんも聞き出すとしつこい人ですから、私が言うまで喋ってます。それってね、言葉なんだよ。初めに言葉ありきってヨハネの福音書っていうのがあって、聖書に書いてあるのね。初めに言葉ありきって書いてある。でその言葉なんだよ。神様ってやることうつなんだよ。意外ってヨハネの福音書に書いてあるんだけど、いろはし18文字も48文字なので、48の音と書いてヨハネと読む。で言葉が本当に最初なんだよっていうことを粋な計らいでね、してくれてるんだけど、いいことばかしが続いて、この言葉を言ってると天国に行ける言葉と、この言葉を言ってると悪いことが連続して起きてそのまま地獄に行けるという言葉がある。それで悪いことが起きてる人間って必ずこれを言ってるから、昔を思い出して書いてきたんですけど、そのうち、もしかするとついてる神社でくれるかもわかりません。天国に行ける言葉、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、これをいつも言ってる人がいるので、これじゃない言葉があるの。まっすぐ地獄へ行けるというまっすぐ迷わず行けるんですよ。これ浮遊霊にもなれないぐらいまっすぐ地獄へ行けるぐらいの言葉。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、それから心配事。それでね、怒ってる人を見ると、あの人の言葉って毒があるよ、それからあの人毒吐くよって言うけど、実は人間って万物の霊長だから毒蛇にできるぐらいのことは実はできるんですよ。それで喧嘩したりなんかして罵り合ってる時って毒があるんです、言葉に。でこの怒ってる時、怒ってる時、この時の息を圧縮して調べるととんでもない毒性がある。注射したりすると人間がイチコロで死んじゃうぐらいの毒は。だから夫婦で罵り合ったりすると家の中が毒で充満する。そうするとそれを子供は自分が吸って部屋を浄化しようとする。それだけで子供がアトピーになっちゃったり喘息になっちゃうこともあるの。それぐらい毒気が強いの。いつも繁盛してたお店でも愚痴とか泣き言とか夫婦喧嘩するでしょ。そうするとお店に実は毒がたまるの。そうするとお店に入ってきた人はその毒を察知するから、何か物を買ったらすぐいなくなっちゃう。なんでお茶もどうぞってお茶も飲まないの、なんでいなくなっちゃうの。その毒に耐えられない。たまに耐えられる人がいるの、その毒に。そういう人はもっと毒持ってるだからそういう人が居座っちゃうと、もう悪口言うか泣き言言うかもう嫌になっちゃうぐらい言うの。だから人生うまくいってない人、それから
仕事がうまくいってないと、不平不満とか愚痴泣き言、うちの子供が心配なのよとか、もうね、そういうことばっかし言ってるの。で、これを言ってていいことは一つもないです。うちの旦那がね、嫌になっちゃっててね、どうのこうのって、別れちゃいな。いや、子供のために我慢してるって言いながら我慢してんだったら別れちゃいな。別れることよりも、その愚痴を言ってることの方が悪い。別れたって幸せになる人はいくらでもいるけど、その愚痴を聞かされながら健康になる子供とか幸せになる人っていないんだよ。会社の上司でも何でもそうなの。もうあの人嫌になっちゃう、この人嫌になっちゃう。言葉には不思議な力が。幸せだなって言うと、もう一回言わなきゃならない現象が必ず起きるって法則がある。だから泣き言を言って旦那の悪口を言うと、また悪口を言わなきゃならないことが必ず起きる。そうするとまた言うの。そしてエンドレスで言わなきゃならない。で、言いながら自分の運勢が悪くなってっちゃうんだよ。だからそれやめようね。たったこれだけなの。この言葉のどっち使ってますか？本当に天国行きの言葉使ってて不幸なんか人っていないの。類友の法則っていうのがあって、今のあなたに起きてることは今のあなたにちょうどいいってお釈迦様の法則がある。地球があって地球の周りを月が回ってる。いいですか？月回ってますよ。これは月が向こうに行こうとしたの。そしたら地球の引力に引っ張られちゃったの。で、あっち行こうってするのと落っこちようってのがバランスが取れた。だからぐる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 回ってる。旦那の悪口、うちの旦那はこういう人でこういう人で、俺が紹介したんじゃないでしょう、ね、だからあなたにブス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 言ってる旦那もよくないけど、見ず知らずの初めて会った俺に旦那の悪口ずっと言ってるってのは、あんたね、釣り合いが取れてんだよ。だって釣り合わざるは不仲のもとっつって、釣り合ってなかったら不仲になって必ず切れてっちゃう。会社の悪口でずっと言ってること、じゃあやめればって、いや、やめることはできないんですよ。ね、だから会社の悪口言っててもやめることができないし、あんたにとってぴったりの会社なんだよ。だから今のあんたにちょうどいいの。で、この世の中、今のあんたにちょうどいいことしか起きないんだよ。で、もし変えたかったら、言葉変えな。課長がガミガミ怒鳴るんです。そうすると、課長は自分を抑えられないんだよね。で、あんたはよそ行って課長の悪口言うのが抑えられないんだよね。だからぴったりと釣り合ってんだよ。それよりも言う言葉変えてごらん。それだけで変わっちゃうから。本当に現象が変わっちゃう。病気になっちゃう人っているよね。不幸な人っているよね。あれの原因、ひとりさん教えてくれる？教えてやろうか。自分が許せないって。うちの親が許せないんです。うちの誰々が許せないんです。そういう人って最終的に自分が許せない。幸せになりたかったら自分を許すっていうの。私親がどうしても許せないんですと。親を許せない自分を許すっていうの。許すっていうと、許すって緩むっていう意味なの。体の硬直が緩むの。硬直させておくと交感神経がもろに働いて、下流球やなんかが動き出すと自分の体を破壊していっちゃう。今は免疫学でそういうの分かってきた。だから自分を許せばいいの。で、自分を許すってどうすればいいんですかって。自分を許すって口に出して言えばいいの。で、たったこれだけなんだよ。ひとりさんからそうやって教わったのに、私は人を許せないんですって言ったら、教わったのに許せない自分を許すっていいな。で、どこまで行ってもそうなの。人を許せないと体に硬直が起きる。許せない状態ってだらっとして許せませんっていう人少ない。大概許せない人はどっかに力が入ってんだよ。いつも頭痛いんです。頭って目上だよね。目の上でが痛いんだとしたら、目上の人で上役とか親とかあんちゃんとか目上の人で嫌ってる人いるだろう。そういう人がいると目から上に硬直が起きる。だから頭が痛くなるんだよ。だからそれよしな、首が痛いんです。
首って頭と胴体をつなぐとこなんだよ。だから人間関係でトラブってたり腹立ててると首が痛くなるよ。それは同級生でもいいんだよ。同じぐらいの人たちのことでもそうなの。目下の人に腹立てると腰が痛くなる。子供のこととかね、自分より下の人間に腹立てて、で怒ってグッと押さえて、私は何も言わないのってグッと押さえると、それどこ行くと思うって、その怒りをグッと押さえると腰に溜まって痛くなる。で私は言っちゃってんですって言うと、言っちゃってると腰も痛くなった上に相手の恨みもかくと。たったそれだけ。この前も仙台にちょうど行ったらね、政治家の人が来てね、なかなか偉い方で衆議院議員のテレビ出て生に言うと差し支えたんですけど、手のここに膨れができて、これは何の言い方でしょう。それは自分の手先で使ってる人、部下の人で腹立ててる人いるでしょう。本当はね、どっち、今女性とか男性とかね、あるの。だんだんね、こういうことも本当にね、起こるとどうなるとか、よく因果って言って、因果って怖いんじゃないんだよ。因果って最近ね、いろんなことが分かってきて、がんになる人をずっと調べていったら、がんになる前にどういうことがありましたって聞いたら、みんな同じような経験があるってことは、原因があるから結果が出る。因果って怖いんじゃないんだよ。お水飲んだらおしっこ出たってことと同じだから、たったそれだけのことなの。がんになる人が覚えててくださいね。頑張りすぎた頑固の人、人生頑張りすぎちゃダメだよって、それからあんまり頑固になっちゃダメだよ、それを教えてあげるの。だからうちの会社の健康食品飲んでて、がんでもう死んじゃうって人で生きてる人いっぱいいるの。ひとりさんが作った健康食品すごい効きますね。うちのが効いてんじゃないの。その人が頑固やめた。原因は頑固か頑張りすぎなの。うちの問題じゃないんだよ。食べ物に対する感謝が足りない。人がガッと傷つくようなことを平気で言っちゃうとね、知らないでね、先ほど俺も知らないで人を傷つけちゃう。でも知らなかろうがなんだろうが人のことを傷つけると超やられちゃう。でそれに頑固とか頑張りすぎが加わると腸がんになっちゃう可能性が圧倒的に高い。じゃあ肺がんはどうなんですかって言うと、肺がんっていうのはね、心配しすぎるんだね。心配事の強い人、それから責任感が強い人っていうの、そういう人ってね、肺をやられちゃう。人間ってね、神経、魂と肉体しかないんだよ。で肉体の間違いなんて食べ物の間違いだけなの。あとは考え方の間違いなの。じゃあ私のどうなんですか、私のどうなんですかって言うと、これだけ言ってるとずっと喋ってないかな、ね、私何が悪いんでしょうって、そんなことどうでもいいよって、それよりこっちの言葉言っててみなって、そっちのこっちの言葉言ってるだけで全部解決しちゃうんだよ。必ずこっちの言葉言ってるんだよ、病気の人ってね。だからそのことやめようよ。さっきも言ったんだけど、人間って食べ過ぎだからダメなんだよって。体の中にね、下流球やなんかっていうのがあってね、がん細胞でも何でもみんな食い殺しちゃうようになってる。ところがライオンだってね、お腹が減ってる時に前に動物が取ればやっつける。でも腹いっぱいだったらやっつけないでしょって。だからお腹が減ってる時間がないといけないの。3回も食べちゃダメなんだよ。今の人3回食べるほど働いてないの。本当なんだから、その間お腹が減らしていれば、その間に白血球だってお腹が減ってるから悪いものみんな食べちゃうんだよ。それをお腹が減ってなくても時間だからって食べるけど、野生の動物って腹減ってからあれだよ、獲物を探すんだよ。それからやっと捕まえるんだよ。いきなり捕まんないんだから。でそれが嫌だったら草食動物になっちゃうなって。草食動物はのべつぐちゃぐちゃ食ってたっていいよ。でも肉食だとかそういうことするんだとしたら、それはダメなんだよ。だから朝食抜いちゃうとお腹が減る時間があるから、この時間に悪いものやっつけちゃうんだよ。がん細胞なんか1日300くらい誰だってできるの。みんなやっつけちゃってんだよ。だから腹いっぱいにしちゃダメだよ。病だれに品物の品、いろんな品を山ほど食べるとがんになる。
字で書いてあるでしょ。だから食べ過ぎちゃいけないんだよ。でそれをまず一つ気をつける。それから人間は足を使って何万年も生きてきたから、足を使わないとダメなの。いくら便利になっても足を使わないと病気は治らないようになってる。だから1日20分とか5分ずつじゃね、続けて20分歩くの。薬っていろんないい薬出てるの。本当に薬は効くのよ。じゃあなんで病人はそんなに増えちゃうんですか。モルモットで実験した時は聞いたんだよ。だけどモルモット丸い中でカカカカカと運動してんだよ。ね、でモルモットにがん細胞を植え付けて、これは治ったから聞いたって言うけど、モルモットはがんじゃなかったんだよ。それに無理やりがん細胞を植え付けたんだよね。だからもともと元気なんだから効くよ。ただみんなは食べ過ぎの上に運動不足なんだよ。だからどんないい薬が開発されたって効かないんだよ。だから本来はみんな効くから承認されてんだよ。効く薬がこんなにあるのになぜ効かないんだよ。食べ過ぎなんだよって。その食べ過ぎやめて、あと歩くのね。それで人の悪口言ってる暇があったら人の幸せ願うので、これだけでいいので、うちのサプリメントが効くんですか。昔みたく玄米食べたりしてないし、ハウス栽培のもんだから、ミネラルやなんか足んなくなったらそれ入れてそれを補ってるだけなの。じゃあそれで治るんですかって。運動不足してたら治んない。黒いの車が偉くなって家の前まで迎えに来るんですって。それはいいけど病気するぞって。本当にそうだもん。だから人間ってお腹減らす時間があって運動して、それでついてるねとかありがたいねって言ってればそれでいいんだよねって。で、私がお弟子さん取った時に一番最初に教えてた話ってこういうことなので、これを一つずつやってたの。ひとりさん、ありがとうございました。私たちがより幸せになり、人生を豊かにするための貴重な知恵を提供してくれています。斉藤ひとりさんは、もっと幸せになりたいという願いを叶えるための最も簡単で効果的な方法として言葉の使い方を強調しています。私たちの日常生活においてどのような言葉を使うかが運勢に大きな影響を与えるとお話ししています。言葉はただのコミュニケーションの手段ではなく、私たちの運命を左右する強力な力を持っています。もっと幸せになりたいという願いに対する斉藤ひとりさんの教えは、その実践方法について考えてみます。聖書のヨハネの福音書には、はじめに言葉ありきと書かれています。この言葉は、言葉が全ての始まりであり、私たちの現実を形作る基盤であることを示しています。言葉の重要性を強調して、良いことが続く人と悪いことが続く人の違いは、実は使う言葉にあります。良いことが続く人は天国言葉を使い、悪いことが続く人は地獄言葉を使っています。天国言葉とはポジティブで前向きな言葉を指します。愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。これらの天国言葉を日常的に使うことで、自分自身や周りの人々にポジティブなエネルギーを与えることができます。言葉には波動があり、良い波動を持つ言葉を使うことで、私たちの運勢は自然と良い方向に向かうのです。一方、地獄言葉とは不平、不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、心配事などが該当します。これらの言葉を使うことで、自分自身や周りの人々にネガティブなエネルギーを与え、運勢を悪い方向に引き寄せてしまいます。言葉には毒があり、悪い言葉には毒があり、その毒が私たちの心や体に悪影響を及ぼすのです。私たちが健康で幸せになるためには、まず使う言葉を見直すことが必要です。重要です。良い天国言葉を積極的に使い、悪い地獄言葉を避けることで、運勢は劇的に変わります。また、斉藤ひとりさんは言葉だけでなく、食べ物や生活習慣も重要だとお話ししています。例えば、
食べ物の間違いについて、山だれに品物と書いてがんになるという言葉を使って健康に良い食べ物を選ぶ重要性をお話ししてくれています。足を使って歩くことの大切さも強調しています。毎日歩くことで血流が良くなり、体調が整い、病気の予防にもつながります。言葉の使い方と同様、食生活や運動習慣を見直すことで私たちの健康と幸福は大きく向上します。斉藤ひとりさんのお話は単に精神的なアプローチだけではなく、実際の日常生活においても具体的なアドバイスをお話ししてくれています。私たちがもっと幸せになりたいと願うときは、まず言葉の使い方を見直すこと、ポジティブな天国言葉を積極的に使い、ネガティブな自己言葉を避けることで、私たちの運勢は良い方向に向かいます。健康で幸せになるためには、食生活や運動習慣を見直すことも重要です。斉藤ひとりさんの教えに感謝し、その知恵を日常生活に取り入れることで、私たちはより幸せで健康な生活を送ることができる生活な人生を送れることができるでしょう。斉藤ひとりさん、貴重な教えを本当にありがとうございました。感謝しています。